はい、皆さんこんにちは、当月です。今回は長野県の観光スポット奈良井宿の旅行 Vlog をお届けしたいと思います。で、今その奈良井宿に向かっている途中で、ここは特急あずさの車内です。奈良井宿は新宿から特急あずさと普通列車を乗り継いで約3時間半で行くことができます。中央線の駅にある奈良井駅が最寄りなので、名古屋から出ている特急しなのに乗って途中で普通列車に乗って名古屋から来るということもできます。そちらは約2時間半ほどで奈良へ行くことができます。この日特急あずさが遅れてしまいまして、普通列車に乗り換えできるかできないかギリギリだったんですけれども、奈良へ向かってくれる普通列車はちゃんとホームにいました。安心しました。塩尻から先は JR 東海のエリアに入ります。たった2両の短い編成で奈良井宿まで走っていきます。塩尻から奈良井までは約20分ほどで行くことができます。奈良井宿は特急列車が止まらない駅なので、東京から行く場合は塩尻駅で乗り換えるか、名古屋から来る場合は木曽福島で乗り換えて奈良井宿へ行く必要があります。奈良井宿まではこんな感じで山あいの中を進んでいくので、夏は緑豊かな景色を楽しむことができます。あと個人的なんですけど、奈良井宿へ行くならこの夏のシーズンがとてもおすすめです。奈良井宿最寄りの奈良井駅に到着しました。やっぱり奈良井宿目当てで乗ってた人が多いみたいで、結構降りていくお客さんが多かったです。こちらが奈良井駅のホームです。もう見てください、このザ田舎の駅っていう感じがもうすごい旅情を感じますよね。奈良井宿は江戸時代に栄えていた京都と江戸を結ぶ中山道の宿場町の一つです。駅自体は明治時代に建てられたので、こんな感じで趣ある木造駅舎になっています。手荷物預かり所もあるので、大荷物でも安心して来ることができます。ちなみに奈良井駅は交通系 IC が使えないので、紙の切符を使って来る必要があるので、そこは気をつけてください。奈良井宿は駅からもう 1,2 分のところにあるので、アクセスは非常にいいです。奈良井宿はこの先にある鳥居峠という中山道の南小の手前にある宿場町なので、ここで休憩をして名古屋方面に向かう旅人がかつてたくさんいたそうです。ホテル、旅籠っていうんですけど、ホテルみたいな場所がこんな感じで1キロにわたって続いているので、日本最長の宿場町として知られています。見てください、この景色最高ですよね。奈良井宿の至る所にはこんな感じで水場が設けられています。もちろん飲むことができます。この水はですね、この辺りに住む人たちの生活用水だったり、昔は火消しの水として使われてました。で、飲む際は一回沸かしてから飲んでくださいっていう注意書きがあったんですけど、手ですくう分には全然問題ないと思います。僕はちょろっと飲んだんですけど大丈夫でした。そしてランチはこちらの奈良井宿にある鍵の手さんというお店に行きました。そばが美味しいお店らしく、のれんにも味自慢おそばと書いてありました。ランチはこちらのざるそばと長野名物の五平餅のセットを注文しました。夏の暑い日に冷たいおそばをすするっていうこの体験最高ですよね。もう直近1年以内に食べたおそばの中で一番美味しかったです。こちらがざるそばのメニュー表、ちゃんと食べ方も載っています。もう一軒ランチでおすすめしたいのがこちらの松並さんというお店です。こちらはですね、名物のソースカツ丼があるんですけど、これがもう絶品なのでぜひ一度食べてみてください。奈良井宿の一番北側にある鎮目神社にやってきました。駅から歩いて15分ぐらいかかったので、やっぱり奈良井宿って長いんだなと思いました。江戸時代に奈良井宿で疫病が流行ったんですけど、その時に千葉の香取神社から神様を招いて疫病を治めたという神社として今も残っています。鎮目神社が奈良井宿の一番北側なので、ここから北側は鳥居峠に入っていきます。さっきご紹介した中山道の難所ですね。この先ずっと坂が続きます。奈良井宿のすぐ横をですね、中央線の線路が通っています。この線路と山と空の景色がもう本当にエモいですね。こちらが踏切、名前がゴンベイ踏切というちょっと変わった踏切なんですけど、ここを特急しなのだったり普通列車がバンバン行き交っています。
ちなみに自動車で来ることもできまして、踏切を渡るとこちらに駐車場があります。レンタカーで長野ドライブっていうのもありだと思いますよ。僕も以前奈良井宿へはドライブで来たんですけれども、諏訪湖にある立石公園とセットで行くと長野の絶景を楽しむことができます。ちょうど踏切が鳴って特急信濃が通過していきました。さっき奈良井宿は普通列車しか止まらないとお伝えしましたが、その普通列車もですね、本数がめちゃめちゃ少ないんですね。 2,3 時間に1本ぐらいのペースしか来ません。なので電車の時間を逆算してからどう回るかっていうのを検討するのをおすすめします。乗る予定の電車まであと1時間ほどだったので、こちらの越後屋というお店でアイスを食べることにしました。こちらですね、猿なしというキウイの原種を使ったソフトクリームを食べることができます。程よいキウイの味がしてすごいさっぱりした口当たりで美味しかったです。いい感じに涼むことができるので夏は特におすすめです。実際に奈良井宿を歩いていて感じたのは、すごく静かなところですね。なんというか落ち着きのある場所なので、歩いている自分も自然と背筋が伸びてしまいます。最後に駅からほど近い八幡宮にやってきました。お参りを済ませた後、階段の中腹の看板に目をやると、二百地蔵と杉並木という看板があります。こちらがですね、旧中山道というかつて本当に中山道の通り道として使われていた場所です。こちらが二百地蔵です。地蔵といってもこちらほとんどが観音様らしいです。で、中央線や国道を作る際に行き場を失った観音様がここに集まってきて、このような二百地蔵というスポットができたそうです。奈良井宿の散歩を終えて奈良駅に戻ってきました。今回は東京から名古屋まで中央線の旅をしている途中で奈良に寄りました。中央線乗り通しの旅はまた別の動画でお届けしますので、今回は奈良井宿の動画はここで以上となります。いやー、奈良井宿は本当に素敵な場所だったので、ぜひ一度足を運んでみてほしいです。もう夏に行くのが本当におすすめなので行ってください。このチャンネルでは今回のような旅動画をメインにアップしています。ぜひチャンネル登録をしていただけると励みになるので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。